こんにちは、かなおです。今回はタイムトラベラー、ジョン・タイターについて考察していきます。皆さんはジョン・タイターという人物をご存知でしょうか。ジョン・タイターは2000年11月に米国のネット掲示板に登場した人物で、タイムトラベラーであると自称し、2036年からやってきたと主張し、数々の未来に関する出来事を記述しています。書き込みの中には、おやっと思う書き込みもあり、信じている人もかなりの数いるようです。その、おやっと思う書き込みはいくつかあるのですが、一番際立ったのが IBM5100 というコンピュータに関するものでした。タイターは、1975年に行った帰りに、この時代に立ち寄った。1975年に行ったのは、IBM5100 というパソコンを手に入れるためだった、と主張し、その理由も書き込みました。その理由は、2038年問題を解決するために必要というものでした。2038年問題とは、Unix という OS を使用しているコンピュータの日付が、2038年1月19日3時14分7秒で、時を刻めなくなり誤作動するという問題です。IBM5100 というコンピュータは、1975年に発売された世界で最初の商用デスクトップパソコンです。価格は約$9000から$2万で、当時の為替レートだと280円くらいなので252万円から560万円という価格になります。その頃の喫茶店のコーヒーの価格が200円程度でしたので、今の価値だと倍以上します。倍だとしても500万から1000万のコンピュータということになります。ちなみに、コメダコーヒーは2021年3月現在、ブレンドコーヒーが450円です。なぜ IBM5100 に関する情報の書き込みが注目されたかと言いますと、IBM 内の極秘情報が含まれていたからです。IBM 内でも数名しか知らない内容だったようです。その内容とは、IBM5100 にはシステム370のエミュレーションを行える機能があり、メインフレーム上のプログラムのデバッグに使用できたということらしく、この機能はマニュアルにも書かれておらず、IBM 内部でも秘密にされている内容だったようです。システム370とは、IBM のメインフレームと呼ばれる大型コンピュータのシリーズ名で、かつアーキテクチャの名称でもあります。つまり、IBM5100 というパソコンは、パソコンだが、メインフレーム、システム370用のプログラムを動作させることができる機能が隠されていたということです。その後も、ジョン・タイターの書き込みは続き、未来についても、いくつかの書き込みを行っていきます。1、2000年問題によって起きた災害や混乱が、後の内戦の火種となる。外れ。2、セルンが2001年近辺にタイムトラベルの基礎理論を発見し、研究を開始する。不明。3、アメリカ国内でも狂牛病が発生する。当たり。4、2001年以降に、そのうち中国人が宇宙に進出する。当たり。5、2001年以降に、新しいローマ教皇が誕生する。当たり。6、ペルーで地震が発生。2001年に、ペルーでの地震をほのめかした4ヶ月後にペルー地震発生。当たり。7、世界オリンピックは2004年度の大会が最後となり、2040年度にようやく復活する。外れ。8、2005年にアメリカが内戦状態になる。外れ。9、2008年、アメリカ合衆国の都市部で急激に警察国家化が進み、都市内部と都市内部で内部抗争が発生する。外れ。10、2011年、内戦が原因でアメリカ合衆国が解体されるが、翌年にはアメリカ連邦帝国が建国される。外れ。11、
2015年、ロシア連邦が反乱部隊の援助という名目で、アメリカ、中国、ヨーロッパの主要都市に核爆弾を投下。アメリカが反撃し、核戦争となり、第三次世界大戦へと発展する。外れ。12、アメリカの外交権麻痺に乗じて、中華人民共和国が覇権主義を強化。台湾、日本、韓国を強引に併合する。後に、オーストラリアが中国を撃退するが、ロシアの攻撃により半壊滅状態になる。ヨーロッパ諸国も、ロシアによりほぼ壊滅するも、アメリカが撃退し、ロシア連邦が崩壊する。外れ。13、2017年、30億人の死者を出した末、ロシアの勝利に終わる。外れ。14、2020年、アメリカ都市部の勝利により内戦が終わる。ロシアの援助によって新たな連邦政府が成立する。外れ。15、アメリカの地方区分は現在の州ではなくなる。分裂した時の5勢力で構成され、社会主義国家に近くなる。内戦後の生存者は図書館や大学の周りに集結してコミュニティを形成している。新たな連邦政府は首都を現在のネブラスカ州オマハに置いている。アメリカ以外のほとんどの国も社会主義国家のような体制になっていく。外れ。という感じで大方外しておりますし、当たっているものは当時の状況から推測可能なものばかりです。ペルーの地震以外は。なので、今となってはかなり農産臭さです。ただ、彼がチャットで注目されていた頃は、まだ未来のことが正しいかどうか結果が出ない時期なので、それなりに盛り上がっており、先日した IBM5100 についての内容が事実であることが確認されてからは、本物説がかなり飛び交いました。これは事実であったようで、2004年に IBM の元開発者であるボブと名乗る人物が BBC のインタビューでそれを認めています。ただし、それがタイターが言ったように2038年問題の解決になるのかと言われると、そんなことはないようです。カナオも知り合いのコンピュータ技術者とかに聞いてみましたが、そんなことはないと全員が否定していました。IBM 内で数名しか知らない情報を持っていたということはかなり気になるのですけど、知っている人が漏らしたのであれば知っていてもおかしくないですし、開発に携わって引退した人からも情報を得る可能性はあるでしょう。事実元技術者ボブが BBC のインタビューで漏らしていますから。カナオはこのボブがタイターではないかと疑っているぐらいです。しかも、タイターは未来の出来事については2001年近くの予測可能なものしか当てることができておらず、2005年以降の出来事で当たったものはありません。狂牛病は当時すでに拡大しており、世界最大の牛肉生産国である米国にも広がる可能性は大いにありましたし、中国の有人飛行は計画中でしたし、ローマ法王が変わるのも法王の年齢から時間の問題でした。ペルーの地震については、ペルーも日本と同じ地震頻発国なので、当たったと言うべきかどうかという感じです。タイムマシンについても、様々な理論とともに、資料やタイムマシンの写真も公開していますが、これだけではタイムマシンかどうかは判別がつきません。欧州原子核研究機構セルンがタイムマシンの原理を発見したと言っていますけど、そんなニュース流れてないですしね。実際、この資料をもとに特許出願した人物がいたようですけど、却下されています。そもそも、タイムマシンを作る科学力があるのに、2038年問題を過去のコンピュータがないと解決できないという話が理解できない。カナオは、どう考えても、この話は作り話にしか思えないです。イタリアのテレビ局が真相をテレビ番組にしていたりしますので、気になる方はご覧ください。コメント欄の上に URL を記載しておきます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよろしければ、チャンネル登録といいねをお願いいたします。今後も皆様の持つ謎や不思議を考察していきたいと思います。